8の絵本と木の実の美術館で、収録ですね。それで田島清三さんのに伺うということです。ここの、真田小学校が廃校になって、それで使えるというふうなことがあって、でここは思い出深い僕にも場所で、芸術祭始まってからいろんなワークショップとかそういうのでこっち来てるんですよね。それで、廃校になった時に年譜を見て僕は感動しました。第一の芸術祭の何かワークショップか説明会があったっていうのがちゃんと書いてある。でそれはもう本当にやっぱり嬉しくて、で学校を何か使ってやるっていうのは普通の意味での展覧会の会場としてねやるっていう意味ならば、まあよくある話なんですが、ここはその地域とともに生きていくような学校で続けれたらいいなというふうに思って、それができる作家は誰なんだろうと、そういう中でまあ本当に一番力があるなと思ったのが田島さんで、それでお願いしたというふうなことになります。でその時はそのなんていうか絵の力っていうのが、これは別にその平面だけじゃなくてこう地域にある、学校全体をやるためにの力が、まあこのアーティストは本当にあるんじゃないかと思ったという、僕にとっては結構決死的な形で、考えまして、でその時は分かってなかったんですが、それからいろんな意味でお付き合いいただいてやっていただいても、お付き合いいただいたっていうより、この学校を田島さんが本当にいろんな意味で関わってやってた、世の中にあんまりない美術館だと思いますので、まあそういうことをやっていただいて、2010年13年からですかね、瀬戸内に来ていただいて、ハンセン病の元ハンセン病の患者さんたちがまだ住んでられる。で約100年間四国地方全体のハンセン病の患者さんたちの隔離している島であったというふうなところに入っていただいて、青空水族館とかそういうのを含めながらずっとやってきていただいたという意味で、本当にアーティストがこういうある地域とその施設とかと関わりながらやっていくっていうことで、本当に世界的にもおそらく珍しい関わり方をしてくださったと思って、そういう意味で絵本と木の実の美術館が日本でも、最も人気のある学校の使い方だとかそういうことを言われたりするのは、嬉しいし、やってこられたことから言って当然だと思ってますが、田島清三さんって何かなということを僕なりに思うと、いろんな命っていうか生きてるものというか、それに対してものすごく敬意と何か愛情っていうか、そういったものが本当にある。でそれは人間だけじゃなくて割とつながっていく生命、命に対してすごくあるなというそういうふうなことがつながってあるんじゃないかっていうのは一つですね。それで作品をこう見ているというよりは体験しているわけですが、ここへ来て私は。でそれは何ていうか、命と向き合っているということ、それがいろいろな活動にも出るし、絵本にも出るし、いろいろ田島さんが社会的なことに関心を持って応援されたり一緒にやったりしていることにも出てるんじゃないかというふうなことで、それは去年の3月からコロナのパンデミックが始まって、いろいろな意味で国とか世の中も右往左往してて、これは僕は自然の氾濫だとある意味で捉えているわけですが、そういう中でいろんな人たちが一人一人ちょっと真面目に生きなきゃいけなくなったっていうか、人のせいだったり社会が何とかしてくれるだろうとあんまり思えなくなって、一人一人が自分あるいは人の命と向き合いだしたっていうのがこの1年8ヶ月ぐらいだったと思う。でそういう中で、田島さんがやられたことっていうのは、
こう一人一人の命っていうか、あるいは類の命っていうか、そういうのとずっと向き合ってこられて、この期間の中ですごくそのやられたことの意味っていうのがますますすごく大切だし、僕たちに鼓舞してくれることが多かったんだというふうに思いました。それをベースにしてまず、2009年にこの「絵本と木の実が始まっているわけですが、そこからお話をしていただければと思います。はい、福山さんがそういうふうに僕のことをなんていうか、僕の実力以上に評価されていることは光栄に思います。いや、そんなことない。本当にそうと、すごいと思う。はい、ここに、最初に連れてこられた時に、はい、この集落の風景と、はい、それからこの学校の佇まい、はい、中のこの奈良材の床とかね、体育館の米松の必要以上にがっちりした梁の具合とか、はいはい、なんかすごくね感動したんですね。それでここ僕の絵の展覧会場に全体をねするっていうのはちょっと合わないんじゃないかなって。それは僕の作品ばかりじゃダメだぞということを感じながら、けど気に入ったんで、はい、他の廃校も見せていただいたんですけど、ここへ来てもうここしかないっていうふうに決めて、はい、でお腹空いたから十日町でちょっと何か食べましょうと言われて、はい、行きかかったらちょうど今から考えると雪まつりのここでは、宿六っていうんですけどね、雪を囲ってそこでお酒を飲むという、はい、ようなことをやってたのかな。とにかく宴会してたんですよ、ここの地域の方。いや、2月、そんな頃ですね、普通だと1月、はい、でそこへバッと入っちゃって、それでいきなりこれはめったに飲まない酒なんだっていう高級な松の湯をね、ガーッと継がれて、お腹空いてたからその十日町行こうとしてたのに、すきっ腹にごくごくっと飲んで、で地域の人たちもこれは飲めるやつだっていうことでどんどん継いできて、そこで盛り上がっちゃったんですね。そういう学校と、それからここに住んでる方たちと、いきなりそういう濃い交わりをしてしまって、初めて伺いました。それでこれはただでは済まないぞっていうね、はい、度胸というか、ちょっと覚悟を決めなきゃいけないなということがあって、僕は69歳だったんですよ、あの時。それで今まで確かに平面しかやってなかったんですけど、この学校全体を作品にしてみようっていう、そういう大それた考えが浮かんできて、でそれにはこの体力的にも大変だし、この一緒に酒飲んだ人たちと一緒にやんなきゃ、とてもやれないなと思って、それでちょうどもう先にこの集落とつながってた今天野時子さんですけどね、ここの集落の人を紹介してくれということで、そしてこの集落に今まであった小学校、そこに通ってた4人の、小学生、そのうちの1人はその年に卒業しちゃったんですよ。だからもう3人になって、3人だからもう廃校だということで廃校になってた。その3人の在校生ですね、元在校生、もうすでに
下の学校に転校させられたんです、この3人にインタビューして、そしてその3人が大好きだった女の先生にも会いに行ったりして、まあこの学校にこう残ってる4人のね、思い出というか、そういうものがまだこう明らかにこうぷかぷか浮いてたんですね。で当然ね、その小学校にはお化けがいるわけです、この小学校にも。お化けを登場させて、物語をもう作っちゃったんですね。物語作っちゃったらもう絵本もできちゃって、でそのこう平たい絵本と空間の絵本を発表しちゃおうということで、集落の人たちが本当に積極的にね、手伝ってくれて、どんどんできていったんですね。